皆さんこんにちは、塩ねるです。はい、今日は特急日立に乗車しています。今ね、まだ私しか電車してませんけど、今日は日立海浜公園のネモフィラが一番の見頃だということで、かなりね混雑するみたいです。ということで楽しんできます。本日乗車するのは6時45分発いわき行きの特急日立1号です。朝6時過ぎですが、品川駅は本当にたくさんの人が朝からいらっしゃいますね。立ち食いのお蕎麦屋さんも開いていたので、サラリーマンの方がたくさん利用していました。特急日立1号は9番線から発車します。品川駅ってなると掲示板に表示されている列車の数が多すぎて、どこを見たらいいかわからなくなってしまうんですが、特急日立ときわの記載が何番線って書いてあるところに記載があるので、割とわかりやすいんじゃないかなとは思います。こんな感じでね、号車案内もビッグサイズで表示されているので、安心して待つことができるなと思いました。そして10番線には先に発車する上野東京ライン常磐線の快速電車も止まっています。私はこれから勝田駅まで日立に乗っていくんですが、こちらの快速電車でも勝田駅まで1本で行けちゃうんですね。特急で行くと快速よりも45分早く勝田駅まで到着します。2時間15分この電車に乗っていれば目的地に着くって思うとかなり楽ですよね。特急日立の入線です。カラーリングは偕楽園の梅のイメージとなっていて、ベースは白梅色、ボディラインは紅梅色が引かれています。実際に見てみると光の当たり具合によってピンクみがかった白に見えます。かっこいい流線形の顔からはあまり想像ができない可愛らしい配色です。優しい色合いですがスタイリッシュでとてもかっこいいお顔です。スカート部分の薄紫がアクセントになっていますね。お待たせいたしました。日立1号特急券をお持ちのお客様、どうぞご乗車ください。10両編成での運転です。先頭は右寄りの10号車。車内は黒の座席で統一され、かなりシュッと引き締まった空間です。床がピカピカで座席が反射していますね。東浦、水戸、勝田、日立、高萩。まだ誰もいない。座席の指定を受けていないお客様と特急券をお持ち。個人的にはゼブラ柄っぽいなと思っていたのですが、よくよく見るとピンクや青なども混ざっていて、少しお花にも見えたりして細かいこだわりがあるなと感じました。座席の幅はこんな感じで狭いとは感じないので、快適に移動することができると思います。座席背面には網ポケットと荷物掛けフック、そして背面テーブルがあります。このドリンクホルダー、当たり前に感じますが、やっぱりあるととっても便利ですよね。この乗務員室の扉の両端が鏡になっていて、どういう役割があるんでしょうか。車内は10両編成で5号車にはグリーン車があります。さあ、それでは勝田駅へ向けて出発します。特急日立は品川駅からいわき駅、仙台駅間を常磐線経由で運行している特急列車です。速達型の名称が日立で、茨城県内まで運行される停車駅の多い列車がときわとなっています。今日の目的はまず特急日立を満喫すること、そしてローカル線の港線にも乗車したいなと思っています。黄色のランプが点灯すると間もなくご予約いただいて、電車と並走して走る瞬間はなかなか面白く、都会ならではでとてもワクワクする光景ですよね。5号車、7号車と
9号車にあります。全席にコンセントがついており Wi-Fi もあって移動を快適に楽しませてくれます。車内販売もありますが、品川から勝田駅間では一番後ろの号車まではたどり着いておらず、私は利用ができませんでした。座席枕は可動式になっています。私ちょっと可動式の枕が苦手なんですけど、この枕と座席の形は私の体には合っていて、とても座り心地が良かったです。リクライニングも結構後ろまで下がるのでリラックスして移動することができます。山手線と追いかけっこする様子もとっても面白いですよね。中学校の時とか一緒にマラソン走ろうねって約束していつの間にか置いてかれてるみたいな女子のあるあるかもしれないんですけど、まさにその状態です。普段は見落としがちな都会のビル群を抜けていく様子も特急電車に乗ると落ち着いて見ることができるので、私的推しポイントの一つです。こちらはね、私のお気に入りドリンク1日分の鉄分飲むヨーグルトです。これ本当に美味しくて結構な頻度で飲んでます。鉄道旅の時に選びがちです。座席の網ポケットに入っていた案内パンフレットを見てみると、今日勝田駅に着いた後に乗車する港線の切符に関することも書いてありました。カーテンはこんな感じで自分の好きな高さに簡単に調節できるタイプです。一番下までは完全に閉まりきらなくって、この下の隙間から光がピカピカっと入ってくると結構目が痛いんですよね。デッキ部分は茶色で統一されていて落ち着いた雰囲気となっています。男女共用トイレと男性用トイレ、そして洗面所があります。洗面所も全てが茶色で統一されていてシックな空間でした。カーテンが閉まりきらないなと思ったらマジックテープ式でした。初めましてかもしれません。お手洗いもかなり綺麗です。絶対に迷わないボタン表記、大きくてちょっとびっくりですが比例して安心感がありますね。ブラウンで囲まれた落ち着いた空間から座席車両へと入ると、白と黒でかなりスタイリッシュな印象にガラッと変わります。この日は国営ひたち海浜公園のネモフィラが一番の見頃ということで、せっかくなので行ってみることにしました。さっきのパンフレットに書いてあったサイトから事前に国営ひたち海浜公園入園券付きの港線の1日フリー切符を購入することができました。駅名表にイラストが書いてあってとっても可愛かったです。霞ヶ浦を表しているのかな。乗り換えのご案内をいたします。常磐線下り普通列車いわき行きは降りましたホーム向かい側3番線から8時18分。西郡線日立大田行きは到着いたします。お出口は左側です。We are arriving at Mito. The doors on the left side will open. Ladies and gentlemen. あっという間に勝田駅に到着します。勝田駅を降りると JR ではない港線の乗り換え案内が当たり前かのようにあって面白いなと思いました。何も考えずに改札を出てしまいそうですが、乗り換え時にはホームの移動だけで済むんですね。 JR 線のホームの端から港線に入るっていう面白い作りじゃないですか。港線は IC カードが使えないので、こちらで IC カードをタッチして出場します。
この港線のホームはね、駅のホームっていうよりなんというかただの道路っぽい感じで、列車を待っているのかがわからないような、なんか不思議な感覚になりました。港線では駅名標が有名。それぞれの駅名標を見るのがとっても楽しみです。ホームにはひっそりと木で作られたベンチがありました。カメラが全然つかなくて焦っていたら、港線の到着にも気づきませんでした。カラフルで個性的なラッピングが目を引きます。港線はひたちなか海浜鉄道の路線で、勝田駅から阿字ヶ浦駅を結んでいます。なんと港線はかつては廃線の危機に直面した路線にもかかわらず、現在は大修正しているとのことで、その歴史にも興味が湧きます。ローカル線といえばそれぞれの停車駅の雰囲気を見ることが楽しみの一つでもあるんですが、こちらは工機前駅。もともとは日立工機従業員の専用駅でした。この昔懐かしい雰囲気の駅にコカ・コーラの自販機がレトロ感あふれてとっても素敵です。日立海浜鉄道という名前ですが、海はあまり見れません。両側に田んぼが広がるのどかな景色。日々の喧騒から離れて心を落ち着かせる瞬間です。中根駅の駅名標は虎塚古墳が近くにあるそうで、前方後円墳と矛が描かれています。本当にそれぞれのデザインがとっても可愛くて、一駅訪れるごとにワクワクするんですが、駅名標としては初めてグッドデザイン賞も受賞しているそうです。中港駅には車両基地があって、お下がりの古い車両たちがたくさん。釘付けになります。終点の阿字ヶ浦駅に到着です。本日はネモフィラを見るために日立海浜公園から無料のシャトルバスが出ているということで、他の乗客の方も皆さん終点まで乗られて降りる方がとても多くいらっしゃいました。もうね、ネモフィラなんて見に行ってる気分じゃないくらいカメラが壊れたことが心配で、もうこの先どうしようってすごい悩んでました。と言いつつ一応ネモフィラも楽しんで、シャトルバスに乗ろうとしたら目の前で行ってしまって35分間待ちぼうけです。こういう駅の名前にもとっても味が出ていますよね。鳥居はレールで作られていました。車両そのものがご神体となっているそうです。港線は一つ一つ車両の柄が全く違うのがとても面白いなと思いました。そして勝田駅に戻ってきて日立駅にも行こうかなと思っていたんですが、なんと強風により90分の遅れが発生。
なかなか電車が来ず、ホームで待ちぼうけすることになりました。なんですが、ホームには E653 系の国鉄色車両が止まっていて、待っている時間もとってもワクワクでした。ずっと止まっているみたいだったんですが、いつ運行されているんでしょうか。ようやくやってきた普通電車に乗って日立駅へ向かいます。勝田車両センターには E657 系リバイバルカラーの青がいました。これに乗りたい。日立駅にやってきました。この有名な海の見えるカフェで遅めのお昼ご飯。ここでよくコメントでもいただく私の利き手なんですが、はい、私は左利きです。ちっちゃい頃から半強制的に書道に通っていたので、字は右に直しました。そこから字を書くことが好きになったので、習わせてくれて本当にありがたいなと思いますね。帰りも特急日立に乗って終着駅の品川まで戻りたいと思います。そしてなんと帰りはね、リバイバルカラーでした。帰りは違う色に乗りたいって思ってたので、もう来た瞬間かなりテンションが上がりました。カラーごとのシンボルマークもあります。私は今回の旅でモバイルバッテリーのみを持ってきていたんですけど、なんとモバイルバッテリーの充電が全くなくて、家に帰って確認してみたら、充電のコードは確実に挿してたんですけど、根元が抜けてましたね。もう本当にこのせいで携帯の充電が 3% とかになって結構やばかったんですけど、勝田駅前のカラオケでチャージスポットを借りられて、なんとか助かったっていう感じで、帰りはかなりルンルンで帰りました。私の定番の旅のお供ですね、ピュレグミです。そしてなんと今回ね、ピュレグミはハートが普通の形なんですが、じゃじゃーん、うさぎちゃん柄が出ました。今日うさぎちゃんまみれの電車にも乗ったので結構ラッキーですね。はい、ということで本日も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。またねー。